婚契句です。今回の占いのテーマは、異性の人が恋愛対象のあなたへ、今後の出会いはです。異性の人が恋愛対象というのは、シスジェンダー、つまり自分の生まれた際に割り当てられた性別と性自認が一致している異性愛者の方だけではなく、バイセクシャルで現在異性が恋愛対象と思われる方、トランスジェンダー女性ならば男性、トランスジェンダー男性ならば女性、ノンバイナリーの方やその他様々な性のあり方で現在異性が恋愛対象と感じておられる方はぜひこちらをご覧ください。それでは3枚のカードをご用意しております。インスピレーションでお好きなカード A、B、C の中からお選びください。ご自分の占い結果だけご覧になりたい方は概要欄にチャプターをご用意しておりますのでそちらからご確認ください。選び終わりましたでしょうか？今回はフォース集というスプレッドとオラクルカード1枚で占います。それではそれぞれ占ってまいります。それでは A の方の結果です。A の方が今後出会いがあるかどうかですね。はい、あります。そしてですね、その出会いっていうのがですね、たくさんあるみたいなんですね。はい。では、1枚ずつ見てまいりましょう。それでは過去ですね。ソードの2の逆位置です。行き詰まっていた状況っていうことで、恋愛においてですね、いろいろと大変だった状況があったのかなっていうところがありますね。もしかしたらご自分の好きな方がいらっしゃって、そういった方とご縁がなかったとかですね。あとは、お付き合いはしていたけれども、結局うまくいかなかったとか、いろいろとあるとは思うんですけれども、どちらにしてもですね、少し苦い思い出っていうところがあるのかもしれないですね。はい。では次が現在ですね。ワンドの7の逆位置です。不利な状況っていうことになっておりますので、現在はですね、あまり恋愛において動くことはしない方が良さそうですね。しばらくは待ちの状況っていう感じです。わざわざね、不利って言われている状況の時に動いたとしてですね、それでうまくいくかっていうとですね、なかなか難しいかもしれないので、様子を見ながら動いていくっていう方がいいかもしれないです。はい。では次が未来ですね。ソードのエースの正位置ですね。はい。未来ではですね、新たなルートが出てきます。そのルートを切り開いて成し遂げようとする気持ちが強くなるっていうことなので、そうですね。未来においてはあなた自身がきちんとですね、誰か魅力的な人と出会うことができる。そしてその方とですね、ご縁をしっかり作って、もしかしたらその後恋人っていうことになるかもしれないですし、はい、そういうふうにですね、ちゃんと行動に移せるっていうことですね。はい、それだけのパワーがある、気持ちが強いっていうことになると思いますね。そうですね。はい。では次が周囲ですね。ワンドの10の逆位置です。はい。そうですね。ワンドの10なのの逆位置なので、トラブルメーカーの方が周りにいらっしゃるかもしれないですね。そうですね。これはちょっと恋愛にも関わってくるかもしれないんですけれども、ご自分がゆっくり温めていこうっていった関係とかそういったこともですね、壊そうとしてしまう。その周囲の方っていうのが、意識してるのか無意識なのかはわからないんですけれども、とにかくトラブルを作りやすい。あなたにトラブルを持ち込んでくるっていう可能性があるので、そうですね、そういう方とは一刻も早くですね、
できるだけ離れていった方が良さそうですね。うん、向こうから近づいてきてとかあるかもしれないんですけれども、もししょっちゅう出会うような人ではなければですね、もう連絡先を足すとかですね、できるだけこう離れられるようにいろいろとやっていくといいと思いますね。この方がいらっしゃるとちょっとややこしいことになりそうな感じがしますね。はい。では次が障害ですね。はい。カップのクイーンの正位置です。自分を抑えることをしてしまうっていうことで、そうですね。控えめになってしまうって言ったらいいんですかね。どちらかというと。自分の心だとか思いだとかをあまりにもですね、自分の中だけに秘めてしまうと、結局ですね、素敵な出会いがあっても、そこから発展しないっていうことになってしまうので、それをですね、自分の中で邪魔になってしまうと思うので、できればですね、その抑えるっていう気持ち、どちらかというと気持ちは解放していく、あなたのことが好きですよっていう風に伝えていく、そういうことが必要だと思いますね。あまりですね、我慢強いっていうのも良くないのかもしれないですね。こういうところを見てますと。はい。では次が最終結果ですね。はい、こちらが死神です。次の恋へという風に出ておりますね。はい。最初に言ったようにですね、いろんな出会いがありますよって言ったんですけれども、未来においてですね、新たな出会いがあって、そこから進展するかもしれないってお話はしたんですが、そこから最終結果ということなので、さらに未来、また次の恋へ移ることができそうなんですね。はい。なのでですね、これはその出会った方とご縁がなかったのかって残念がる必要はないと思いますね。人生においてですね、やはり出会いと別れっていうのはつきものですので、あなたにとって良い恋が未来にはどんどん待っているっていう風に考えていただくといいと思いますね。はい。そこが最終結果に出てきたんだと思いますね。人生経験って言ったらいいんですかね。はい。そういったところで、さらに積み重ねていく。はい。それが新たな恋によってできるのかもしれないですね。そうですね。なので、次のステップに行くっていうことは、別にその人とうまくいかなかったっていう方に考える必要はないと思いますね。はい。いろんな人とご縁を作れるんだっていう風に考えていただくといいと思いますね。そこからあなた自身がですね、この人となら一生一緒にいてもいいなって思える人が出てくると思うんですよね。もちろん一生一緒にいるっていう必要もないと思いますね。はい。ずっとパートナーでいたいって思う場合もありますし、あなた自身がそういうものではなくて、もうずっと恋をするっていう風にしていきたいって思うのであれば、まさにその通りで新たな恋をどんどん見つけていくっていうことになると思いますね。はい。そうですね。いろんな考え方があると思うので、恋愛においてはですね。ただ一人の人に絞ってっていうわけではなくて、新たな未来がいろいろ待ってますよっていう風に考えていただくといいと思いますね。はい。では次が助言ですね。カップの10の逆位置ですね。はい。変化を受け入れましょうという風に出ておりますね。はい。そうですね。あなた自身が恋愛で一度離れてしまう、別離を選ぶ。だとしても、それはご自分の中で必要な変化だったと。そういう風に受け入れていって、また新たな恋へという風に進んでいく。それが一番大事なんだと思いますね。はい。前向きに考えていただく。それが必要っていうことだと思いますね。あなた自身が傷ついてしまうっていうことはもちろんあると思います。それは別れがあるとそうなると思うんですけれども、いずれはですね、傷が癒えた時にその大事な変化だったっていうことをですね、考えていただければと思いますね。はい。では、オラクルカードの助言ですね。はい。あなた自身自分をゴミのように感じても、ゴミだとは限りません。はい。ちょっと強い言葉になってるので、
って思うかもしれないんですけれども、結局ですね、それっていうのはあなた自身が自分に魅力を感じなくてもですね、はい、決してですね魅力的ではないってことではないってことですね。はい、ないないが重なっちゃいましたけど、はい、魅力的なんですよっていうことだと思いますね。やはりですね、自己評価が低い方っていうのはたくさんいらっしゃいます。そうですね。その中でもあなたもやはり自己評価が低いっていうことなんだと思うんですけれども、そういったところで恋愛がうまくいかないのは自分自身に原因があるんじゃないかっていうふうに悩んでしまうこともあると思うんですね。はい。ただですね、恋愛っていうのは別にあなただけが原因っていうわけではないと思います。いろんなことが重なってお互いにすれ違ってしまったなっていうこともあると思いますしですしね。はい。そういうですね、お互いに何かあるっていうことは多いと思いますので、あなた自身が全て悪いっていうふうには思わずにですね、はい、今後新たな恋に向かう時もですね、もっと自信を持って向かってほしいですし、そうですね、またさらに恋人の方とですね、何か喧嘩だったりですね、いろんなことがあってお別れするっていうことになった時もですね、自分自身が全部ダメだからこんな風になってしまうんだっていう風には思わないでほしいなと思います。はい。あなたがですね、結局ちゃんと魅力があるからこそいろんな恋がですね訪れる。はい。あなたのことを好きだなって思ってくれる人が現れるっていうことなので、そこまでですね、自分を卑下することは必要ないと思いますので、はい、よろしければですね、そういうふうに思っていただければなと思いますね。はい、そうですね。全体的なものを見ましてもですね、あなたの場合は、一度ですね、恋愛をして、またお別れして、また次の恋へっていう風になるので、そのあたりでですね、ちょっと自分の中で不安定に思われるかもしれないんですけれども、そのですね、様々な出会いがあるっていうことはいいことだと思いますので、できればですね、それを楽しみに待っていてほしいなと思いますね。あなたのことを好きですよっていう人がそれだけ現れるっていうことなので、その方向に期待をしていって未来に進んでいく。はい。そういう風に考えていってほしいなと思います。はい。ではよろしければこちら参考にされてください。A の結果でした。それでは B の方の結果です。B の方の出会いがあるかどうかですね。はい。そうですね。あるのはあるんですけれども、ちょっとですね、出会うまでに時間がかかるような感じですね。はい。ではですね、1枚ずつお話しさせていただきます。まずは過去ですね。カップの5の正位置です。はい。失恋だとかですね、悲しい思いをされたっていうのがあるんですかね。何やら喪失による辛さ、なくしたことですね。喪失。はい。そういったことに辛さを抱えてらっしゃったみたいなので、そうですね。好きな方とですね、お別れをしただとか、ご自分の思いが成就しなかっただとかですね。そういったところがあるのかもしれないですね。そうですよね。やっぱり自分の思いだとかですね、そういったことがちゃんと成就しない、そして両思いだった人とお別れする、そういうのは悲しい思い出になってしまいますよね。では次が現在ですね。ペンタクルのナイトの逆位置です。そうですね、現在は現状維持に終わる。はい。慎重すぎて状況が発展しないっていうことなので、そうですね。過去の思い出だとかそういったところが、苦しめられてる部分もあるのかもしれないんですけれども、今もですね、この人とどう付き合っていったらいいんだろうっていう、もしかしたらいい人がいても、ご自分が慎重になって状況が発展しないっていう風になってるのかもしれないですね。どちらにせよですね、今のところはですね、大きな出会いっていうのはないみたいですね。今はそのままの状態で進んでいく。
可もなく不可もなくって言えばいいんですかね。決して悪い方でもないとは思うんですよね。今と変わらないってことですので、ここから良くなるかって言ったらそこは良くはならないんですけれども、無理にですね、発展させようとする、進めようとすると、ご自分が苦しいだけっていうことになってしまう可能性もあるので、無理はしなくていいと思いますね。はい。では次が未来ですね。運命の輪の逆位置ですね。未来においてもですね、タイミングが悪いという風に出てますね。恋を逃しやすいっていう風になってます。運命の輪が出るってことなので、未来においてもそうですね、恋愛がまだちょっとやめた方がいいよっていう風に言ってる感じですね。そうですね、きっとあなたに対するいい人、素敵な人っていうのはまだまだもうちょっと時間がかかるから、ここで変に見つけてしまうのは良くないよ、待ってっていう風にカードさんが言ってる感じですね。で、結局あなた自身も好かれたとしてもですね、その恋に気づけない行為ですね、あなた自身の好きですよっていう、それは向こうが言わなかったりとかもあるのかもしれないんですけれども、なかなかあなた自身も思いに気づきにくいので、そういったところでですね、ちゃんとした出会ってますよっていうところにはならないのかもしれないですね。では次が周囲ですね。ワンドの3の逆位置ですね。そうですね。周囲っていうと、こちらがですね、恋愛につながるかもしれないかなっていう人たちになるみたいなんですけれども、これが連絡が取れないとか先細りな関係みたいな感じになってますので、そうですね、例えば出会ったとしても、それが恋愛につながるほどですね、連絡が取れない、向こうが忙しかったりですね、そしてあなた自身もタイミングが合わなくてですね、まさに運命の輪の逆位置につながってますよね。ですね、タイミングが悪くって、お互いに連絡したい時に連絡ができないみたいな感じになってしまう。そうするとやっぱりだんだんと合わなくなってしまいますし、会話もなくなってしまいますよね。なので今のところはやはりあなた自身のその運命の人だとか出会える方っていうのがいないんだと思いますね。そうですよね。連絡が取れないっていう時点でですね、それは仮に出会ったとしてもきっといいご縁ではなかったのかなっていうところはあります。では次が障害ですね。星の正位置になりますね。そうですね。あなたの障害になっていることは時期的な問題っていう風になっておりますね。やはりそうなってきますね。現在、未来、周囲、このあたりの方を見ていてもですね、今はやはり時期が悪い。出会おうとすると、いろんなことに邪魔されるっていう感じですかね。なので、今は無理に出会う必要はないっていうことですね。ですね。まさに障害にも出てしまってるのでですね、これはちょっと今は星の巡りが悪いっていうことなんでしょうね。今、そして未来ですね。では次が最終結果ですね。では結果がどうなるかっていうとですね、カップの4の正位置。これはですね、恵まれた状況に気づけないかもしれないっていうことになってますね。ということはですね、最終結果その未来のまた次の未来ですね。あなた自身に恵まれた状況が出てくるっていうことですね。今、こういう風に出たってことは、きっとですね、この時だっていう風に気づけるようになるはずと思います。私はそうなってほしいなと願ってます。この通りになる必要はないと思いますので、私自身はですね。気づけないよりはやっぱり気づけた方がいいですよね。なので、できればですね、今後近未来からもっと先の未来を見たときに、今この状況じゃないかなっ
っていう風にですね、気づけるように、ちょっとアンテナをですね、敏感にしていただくといいかもしれないですね。はい。そして、ご自分自身との対話ができる時っていう風になってますね。自分に何が必要なのかとかですね。自分自身が何を相手に求めてるかとか、そういったとこですね。はい。そういった、自分の求めてることとか、そういうのを対話することによってですね、結局、出会った人たち、いろんな人と多分今後も出会えるとは思うんですけれども、その中で自分がどういう人と長く付き合っていきたいかっていう風に考えられる時期でもあると思うので、それは大事にしてほしいなと思いますね。はい。あとは弱気にならないことが大事だなと思います。これまでのですね、ご自分の悲しい気持ちだとか、そういったところが引きずってしまってですね、これはうまくいかないんじゃないかなっていう風に弱気になってしまうっていうことはあると思うんですよね。やはり恋はうまくいかないこともたくさんあるからですね。そうなってくると、やっぱり、はい次っていう風にいけるかっていうと、やっぱり勇気がいりますよね。そうですね。ただですね、あなた自身今後の未来で恵まれた状況っていうのが必ず訪れるので、できればですね、弱気にならずにですね、この人いいなと思ったら、どんどん話しかけていくだとかですね、自分から動いてみるっていうことも必要だと思いますね。まずは連絡先を交換するからでも構わないですしね。まずはその方とお話ししていくこと、連絡をしていくことっていうのが必要だと思いますね。はい。では、助言ですね。はい。女帝の正位置ですね。もっと愛を言葉にしましょうと出ましたね。はい。そうですね。弱気にならずに、あなた自身が好きだと思ったらですね、ちゃんと気持ちを伝えるっていうことも必要だと思いますね。そうですね。せめてやっぱり自分から告白するのは勇気がいるなっていう場合はですね、せめてですね、ちょっとした遠回しでも構わないので、あなたのことをできればですね、あなたとお付き合いしたいなって思ってますよっていう感じでですね、遠回しでも構わないので伝えていただくっていうことは必要だと思いますね。できればストレートに言っていただくのがいいんですけれども、そこはですね、その人それぞれやっぱり言えない言葉とか勇気がいる言葉とかあると思いますので、ご自分なりの愛の言葉っていうのを使っていく。はい、それは必要だと思いますね。はい。そして、ゆったりした気持ちを持ちましょうというふうになっておりますね。そうですね。ちょっと、あなた自身が良い出会いっていうのが、ご自分のところに来るまでにですね、かなり時間がかかる、期間がいるっていうことなので、あまり焦る必要がないっていうことですね。ゆったり待ってみるっていうことをしていただくとですね、この人いいなっていう人が必ず出てくるはずなので、はい、そこをまず待ちましょうっていうことだと思いますね。無理にですね、出会いを自分から求めていく必要はないと思います。もうちょっと期間を置いて余裕ができてから、しっかりとですね、あなたの相性のいい方と出会ってください。はい。では、オラクルカードですね。はい。あなたが最善を尽くすことが最も大事です。あとはうまく収まります。ですね。はい。そうですね。あなたが最善を尽くすことが大事ということなので、これはあなた自身にとって最善っていうことでもあるし、素敵だなって思った人にとって、その方にとっての最善を尽くしてあげるっていうことも必要ってことですね。いろいろとですね、考えなければいけないっていうところは気を使ったりとかですね、あるとは思うんですけれども、そういったところでですね、大事にしていただくと、そこからトントン拍子にうまくいきますよっていう風になっておりますので、はい、安心していただければと思いますね。そうですね。全体的なものを見てましても、やはり恋として成就する、出会いとして
ちゃんと分かってくるっていうのはかなり時間がかかると思いますので、そのように考えていただいて、あまり焦らずにですね、ゆったりと構えていただけるといいかなと思いますね。はい。決してですね、今の状況が悪いというわけではないです。今後にますますのですね、いいことが起こりますよっていう風に思っていただければと思いますね。はい。それではよろしければ、こちらの方参考にされてください。以上が B の結果でした。それでは C の方の結果です。C の方の今後、出会いがあるかどうかはなんですけれども、現在にですね、かなりチャンスが待っているような感じですね。そこからですね、だんだんとご自分の生活だったりですね、そういったところでタイミングがなくなっていくっていうことなのでですね、今に集中していただくといいのかもしれないですね。それではですね、1枚ずつお話しさせていただきます。はい。では過去ですね。カップの3の正位置になります。はい、心が晴れやかになるような恋をされていたっていう風に見えてきましたね。とても素敵な恋愛をされてらっしゃったんですかね。その中であなた自身がですね、楽しい気持ちだったりですね、幸せな思い、そういったことを抱えて、そのままですね、今に来てらっしゃるっていうところなんでしょうかね。はい。良い恋をされたっていうことは素敵なことだと思いますね。はい。では、現在ですね。ペンタクルのエースの正位置ですね。今が実行する時期ですね。はい。そして、願望を叶えるための確かな力を持っているっていう運気になりますので、そうですね。あなた自身が出会いたい。誰かと出会いたいなって思ってらっしゃるんであればですね、今こそ動くべき時ですね。例えば、アプリの登録だったりですね、そういうのでもいいですし、身近にもし、ちょっといいかもなって思ってらっしゃる方がいるんであればですね、そういう方にアクションをしてみるだとかですね。はい。いろいろとですね、出会いの場っていうのは作れると思いますので、その中でですね、しっかりと自分の願望は叶えられますよっていう風になっておりますので、そこでですね、ちゃんと出会って恋愛として発展していくっていうことも可能だと思いますね。はい。今、ぜひ動いていってほしいなっていう感じになります。はい。それでは次が未来ですね。ペンタクルの8の逆位置ですね。日々の生活に追われ続けるという風になっておりますので、未来ではですね、そうですね、ちょっと恋愛の方に集中できるかっていうと難しいところがありますね。なので、もしよかったらですね、現在の方に集中していただいて、そっちでまず出会いを作る。もしかしたら向こうからも来るかもしれない。その出会いを大事にしていただいてですね、未来ではご自分のですね、ちょっと生活中心になってしまうので、そのあたりでですね、その方との関係が崩れないように、ある程度のですね、連絡を取り合うとかですね、ケアは必要かなとは思うんですけれども、せっかくですね、出会った機会を逃さないためにもですね、そのあたりは気をつけながら、ただ、そうですね、あまりですね、それで、恋愛の方に行き過ぎてしまうと結局その自分の生活っていうのがですねままならなくなってしまうので、まずは未来ではその生活に置く、落ち着くまではちょっと会うのを控えるだとかですね、そういったところを気をつけていただいた方がいいかもしれないですね。そのあたりはちゃんと事情を話したりだとかですね、そういった出会った方とのコミュニケーションも取りつつ、ちゃんと自分の生活中心に進んでいくっていう風にした方がいいと思いますね。はい。では、周囲ですね。ワンドのページの正位置ですね。はい。そうですね。周囲にあなたに熱中している方がいらっしゃいますね。もしかしたらその方があなたとお付き合いしたいと思ってらっしゃる。その方と今後、良い風に行くかもしれないですね。どちらにしてもですね、今、
ちゃんとあなたのことを好きだっていう人がいらっしゃるっていうことなので、その方がちゃんと自分ですよっていう風にですね、アピールしてくださればいいんですけれども、態度に出やすい人だったらいいんですけどね。そこが態度に出にくい人とかもいるので、できればですね、好きですよって言ってほしいですね、そのあたりはですね。今はちょっと、あなたに夢中だけれども、もしかしたらまだモーションはかけられてないかもしれない。はい。っていう感じですね。どちらにしてもあなたのモテ期と言いますか。はい。モテてますよっていう感じですね。好かれてますよっていう風になっております。はい。では次が障害ですね。力のせい日になりますね。ちょっとですね、想像以上に相手が手強い可能性がありますね。例えばですね、今周囲にあなたに熱中している方がいらっしゃいますよって言ったんですけれども、その方がですね、いつまで経ってもあなたに対して思いを伝えてこないとかですね、そうでなくって別にですね、あなたと素敵な出会いがあってご縁があった人、そういう方でもあなたと進展するまでにですね、相手自身がですね、なかなか心を開いてくれないとか、向こうから告白はしてこないとか、そういうことがあるかもしれないですね。そうなってくると、ご自分にですね、この人自分のことどう思ってるんだろうなって思い始めると、やっぱりストレスになっちゃいますよね。悩んでしまうっていうところでですね。そこがですね、ちょっと障害になってしまうっていうのがあるんですけれども、ただですね、それは向こう自身が何も言ってくれないとか、行動に起こしてくれないとか、そういう感じがするので、力の聖地、結局あなた自身のパワーっていうのを貯める。要するにご自分から動いて、実際のとこどうなんだっていう風にですね、迫っていってもいいかもしれないですね。この方にパワーがあるっていう風に考えるところではあるんですけれども、あなた自身が今後ですね、力をつけていって、ある程度探りを入れられるぐらいには強くなってもらったらいいのかもしれないですね。はい。では、最終結果ですね。ソードの5の逆位置です。そうですね。ちょっと心配なのが、準備不足でですね、自滅をしないようにっていう風になっておりますので、そうですね。障害に出てきたように、想像以上に相手が手強いっていう部分があるのでですね、そこであなたがですね、先に焦りすぎて、結果を急ぐっていう風になってしまうと、それが準備不足っていうことになるので、しっかりですね、この人は自分のことが好きだっていうところまでちゃんと証拠と言いますか、拾っていく、ちゃんと自分のことを好きだろうなっていう向こうのそういう態度だとかですね、端々に見える様子、感じだとかをですね、しっかり見ておいて、確認しておいて、大丈夫だなと思ったらですね、そこであなた自身もアピールをしていくっていう風にしていくといいのかもしれないですね。そうですよね。できればですね、向こう側からしっかりとアピールをしていってほしいんですけれども、そこがですね、まだまだ向こうの方が、上手と言いますか、表情を隠すのがうまいんですかね。自分の中でこれぐらいの期間あればこの人としっかりと関係を築けるなっていう風にですね、ちゃんと期間を決めておくとかですね、いろいろと自分の中で目標といいますか、この人とどうなりたいかとか、どう進んでいけばこういう風になるかとか、そういうことをですね、考えておくのも大事かもしれないですね。将来のことまで決められないっていう場合もあるかもしれないんですけれども、ですね、せっかくお付き合いするんですから、ある程度ですね、こういう風に過ごしていきたいなっていう何かしらの目標っていうのは作っておくといいかもしれないですね。そうすることによってですね、うまくいけば
その方とですね、調和的な関係を築いていけるので、そうですね。最終結果としてはですね、そこの準備不足さえちゃんと気をつけていれば、お二人っていうのはですね、とても穏やかに過ごせますし、まとまった感じ、協力的な感じですかね。はい、そういう感じで、仲良くやっていけると思いますので、そうですね。よろしければ、そういう風に動いていってほしいなと思いますね。はい。はい。では、助言ですね。魔術師の聖一です。誰よりも先に一歩踏み出して自信を持ってくださいという風になっておりますね。そうですね。相手の方と、出会ってですね、ご自分がこれはダメだっていう風にですね、弱々しい感じって言ったらいいんですかね。弱気になって、そのまま尻込みしてしまうと、その後の関係っていうのは続かないと思うんですよね。結局未来でも、ご自分の生活の方が忙しくなっちゃうっていうのがあるので、すれ違いやすいっていうのもありますからですね。そういうところですれ違わないように、ご自分がですね、誰よりもっていう、ライバルがいるかどうかっていうのは不明なんですけれども、これを見る限りは大丈夫そうな気はするんですけれども、それでもですね、誰よりも先にっていう気持ちで一歩踏み出して、自信を持ってですね、お相手の方と接していく。ですね。そう、自信満々ぐらいの気持ちでですね、相手に接していった方がいいかもしれないですね。そうですね。向こうが結構様子見をしてしまうというか、なかなか自分の気持ちを発してくれないみたいなとこがあるので、あなた自身がどうよ好きなんでしょみたいな感じで行くといいのかもしれないですね。ちょっとですね、押してみたいなところあってもいいと思います。はい。では、オラクルカードですね。はい。人生のたわごとを自己管理すればきっと大丈夫ですという風になりました。そうですね。人生のたわごと、たわごとっていうのがいい加減な話だとか、意味のない話だとかですね。はい。恋愛においてですね、いろんな恋愛アドバイスとかあると思うんですけれども、その中でですね、やはりいい加減な話もあると思います。意味のない、あなたにとっては意味がない話もあるかもしれない。あの人にとっては良かった恋愛のアドバイスでも自分には良くないかもしれない。そういったことをですね、しっかり自己管理する。整理していって、これは必要なのか、あれは必要じゃないのか。人生の中で何が必要なのかっていうのをですね、ちゃんと管理していけば、あなた自身のですね、今後の恋愛っていうのもですね、やっていける。はい。うまく過ごしていけるっていう風になると思いますね。そうですね。全体的なものを見ますと、やはり今が攻め時と言いますか、出会う時には一番いいっていう感じですね。今っていうのが、すぐっていうことではあるんですけれども、次の日とかでも全然大丈夫だと思うんですね。ご自分が今だって思った時に動いていただければいいと思います。はい。その後ちょっと忙しかったり、お相手の方がですね、なかなかちゃんと自分の心を言ってくれないとか、そういう悩みとかも出てくるかもしれないんですけれども、あなた自身がですね、しっかり自信を持って進んでいただければですね、その中で開いていく展開っていうのもありますし、何度か言ったようにですね、最終結果ではちゃんとお相手の方とですね、準備をしっかりしていればですね、調和的な関係を築くこともできますので、明るい思いを持っていただければと思いますね。はい。あなたの恋愛はちゃんと開かれてますよ。はい。光はちゃんと差してますよっていう風になっておりますので、はい。よろしければですね、こちらの方参考にされてください。以上が C の結果でした。ここまでご覧くださりありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。
これからも様々なテーマで占ってまいりますので、またいらしてくださいね。それでは、おつけいくでした。